翌日、空は相変わらずの曇り模様。一日の授業は何事もなく終わった。冬休み前の期末試験まであとわずか。今では厳しい規律に支配されたミサ高ではあるが、もともとは生徒の自主性を第一とするおおらかな私立高校である。真面目な生徒は生徒会長の庇護のもとと、真面目な生徒は生徒会長の庇護のもと、とことん真面目に。気楽な生徒はまあ個人の責任の限りとことん自由に放課後を過ごしているのだった。そしてその自由な生徒の代表みたいな男が生徒会の副会長にいるあたり、この学校の懐の深さはちょっとおかしい。青崎、いるか？主に密会用と噂される第二生徒会室の扉を築地富春は陽気にぶち開けた。これでも副会長様であり、生徒会の影の雑務係と憐れまれる人物である。狭苦しい室内には待ち人が一人。生徒会長青崎青子は勢いよくパイプ椅子に座って大声を上げた飛丸をじろりと睨んでいる。相変わらず寒いな、この部屋。なあ、今度ストーブ購入しようぜ。青子の無言の圧力に負けないように飛丸は何気なく会話を切り出した。お疲れ様。ところであんた、何しに来たのか分かってる？まあな、ただ事務的に話すのって寒いじゃねえか。少しぐらい世間話でもしねえとつまらねえだろ。飛丸は扉を閉めて青子の前の椅子に座った。その手には青い封筒を抱えている。こういう時は無駄口は叩かない方がいいわよ。なんとなくプロっぽいでしょ？いや。青子のトゲトゲしい返答にそうかもと同意しかけて、飛丸はいやいやと首を振った。いくらフリーダムな飛丸でもそんな諜報員めいた日常はごめん被る。それで調べ終わったの？ああ、ついさっき最後の聴取を済ませてきた。詳しいことはその封筒に入ってる。お前から渡された例のファイルもそんなか。通学路安全案内調査。はあ。パサリと机に置かれる青封筒。そう。青子は封筒を手にし、中の書類に目を通す。そこから完全に彼女一人の世界で飛丸に対して気を配ってさえいない。歯に引き抜きせずに言えば、パーフェクトなまでの虫っぷりである。なあ、何？一つ聞きたいんだけどよ。だから何？冷え切った沈黙。無感情に書類をチェックする青子と、そんな青子をどうでもよさげに、しかし正面から見据える飛丸。青崎、そういうの作って楽しい？楽しいわけないでしょ。こんなの作ったところであんまり使う機会なんてないんだから。そうか、ならいい。納得のいった無然顔のまま飛丸は席を立った。最後まで読めばわかるだろうが、あんまり確証は取れなかったぜ。というより、おとといあの辺りにいた生徒はいないって話になりそうだ。まあ断定はできないけどな。飛丸は釣れない態度でドアに向かう。俺はこの件には無関係ですと言わんばかりだ。そうだ。そういえば、一人だけ該当しなかったやつがいる。季節外れの転入生までは、青崎も調べきれなかったみてえじゃねえか。わずかに顔を上げる青子。確かに転入したばかりの生徒は彼女の調査範囲に含まれていない。そんなわけで、その字に関しては調べてないぜ。
まあ、あいつならいつだろうと遅くまでバイトだろうが。いや、人殺しを見たなんてこと口走ってるようじゃ、家で悪い夢でも見てたのかもしれねえか。おやおや飛丸は陽気にこぼして去っていった。同時に、青子は持っていた書類を机に落とした。別にそんなつもりはなかったのに、なぜか指先から力が失われてしまったらしい。おやそんな、まさかね。考えすぎだと自分に対して軽口を言ってみる。けれど、突然生まれた不安は消えず、こういう時の自分の直感が大抵合っていることを青崎青子は知っていた。バカらしい。だとしてもやることは同じだ。仮に目撃者が飛び丸だった場合、青子はためらわず殺せるだろう。けれど、それが彼だったら、そんなもしもを連想した途端、どんな家庭よりも冷め切っていく自分を感じた。青子は額に手を当てて考え込む。そうして唐突に。選択の話をしよう。お前は常に二者択一を迫られる。善良な愚者と醜悪な賢者。すべてを救う手段はない。どちらかを選ぶこと。それだけがお前に許された自由となる。2年前、姉に代わって跡継ぎになった日に祖父から贈られた言葉をつぶやいて、青子は小さく短足した。すごくバカみたい。自分の勘の良さに笑ってしまう。ほんと、そんなセリフ口にしなければよかったのにと。青子は戸締まりを済ませ生徒会室を後にした。平然と、それこそ何もなかったかのようにすれ違う生徒たちと挨拶を交わせるあたり、自分らしいと呆れながら。学校にはまだ活気がある。部活動の生徒は言うに及ばず、用を済ませて下校していく生徒たちの話し声で校庭は騒がしい。今にも泣けやしそうな灰色の空だが、彼らにはさして気になる問題ではないようだ。そんな喧騒に混じって青子は早足で校門に向かう。おしゃべりに花を咲かす生徒たちを通り過ぎる。会話の内容は放課後の予定について。いかに無駄なく充実した放課後を過ごすかを真剣に論じている。彼らが持つシャニムに遊ぼうという気は知れないけど、馬鹿にする気も羨ましがってる気持ちも青子にはない。ほんの2年前までそういった自由を心から愛していた自分がいたとしてもだ。根は覚めてるのかな、私って。マフラーをきつめに締めてみたが、それで孤独を漂わせるにはまだ経験が少なかった。そもそも寂しいと思わない人間が孤独を装っても、それは孤独ではなく拒絶というのだ。そうよね。孤独っていうのはああいうのを言うもんでしょうし。校門はいつもより騒がしい。原因は校門の陰で立ち往生している男子生徒たちだ。寄り添って密談をしている彼らは校門の陰に隠れて表通りに立っている一人の少女についてざわざわと論じ合っていた。お？彼女は黒いケープに身を包んでいた。一見すると普段着だが、三崎町の人間ならケープの下の服がとある名門女子校の制服であることを知っている。もっとも、その女学院は三崎校とは縁もゆかりもない、距離的にも精神的にも遠く離れた存在である。彼女たちの大半は寮生活を強いられており、街中で見かけることはめったにない。
お嬢様学園と名こそ響いているが、実際にはそうお目にかかれない霊園女学院の制服だ。それだけで男どもが騒ぎ立てるには十分だが、加えてその少女は上等すぎた。可憐としか言いようのない立ち姿。身じろぎ一つせず待ち続ける様は、丁寧に描かれた絵画を思わせる。その姿を見て、一言で青子が孤独と断言したように。まったく、うちの男子どもは家に帰りもせず陰でこそこそやってるのはそういうこと。呆れながら青子はずかずかと校門を通過した。いつもなら坂道を降りていくところをまっすぐアスファルトを横断して道端に立ち続ける少女へと向かう。あれなるは生徒会長様？くっそ、追っ払う気なのかよ。痛いんならいつまでだっていさせてあげればいいじゃんか。てか怒られるのあの天使。よその生徒でも校門前にいるぐらいなら別に問題はないと思う。青子女子は容赦ねえからな。下手すると平手だぜ、平手。はあ、背中では言いたい放題だ。振り返って黙らせる気分でもなく、青子は少女の目の前まで歩いて、やあとばかりに片手を挙げた。どうしたのアリス。こんなところに来たって何も面白いことはないって言ったのに。ありえねえ！まさかそこが繋がるとは。校門の階から悲鳴らしきものがハモって聞こえたが、もちろん無視する青子だった。あのことを確かめに。青子、あの人たち邪魔なんだけど。分かってる。今追っ払うから。細いアリスの声に対して青子ははっきりとこれ見よがしに声を大きくしている。無論校門の影に群がる、ジッパ一からげに聞こえるように。会長こっち来んぞ。おい押すなよ、後ろのやつどけって。俺校舎に逃げるから。いやでもあの子会長と知り合いなんでしょ。うまく会長に紹介してもらうとか。さすが一年坊主、まだ戦場の現実ってもんを理解していねえ。よし、死の間際までいい夢見ろよ。一箇所に集まりすぎたのか、混乱極まって校門の陰で詰まる男子生徒たち。そんな彼らを、さーて、部活動があるわけでもなし、ただ家に帰るだけの帰宅部の皆さん、こんなところで何を集まってるのか教えてくれる？ドーンと擬音を背負って平芸する生徒会長。何しろ試験前だもの。身になることなら私も教えてほしいけど、まさかガン首並べて女学院のお嬢様を眺めてただけなんてことはないわよね。声をかける勇気もなくて眺めてただけなんてことは。はい、実はそうなんです。などと返答できる豪の者はいなかった。それだけの勇気があるならとっくに声をかけている。いや、僕教室にちょっと忘れ物が。こんなオチならダメ元で玉砕しとくんだった。天文部に行って双眼鏡借りるのどうだ。屋上からお顔を賜るとか。天文部にそんなのねえよ。あるとしたら野鳥同好会じゃね？それ先月会長が潰したじゃん。鳥めでてる暇があるなら彼女作れって。ひでえ。ああ、彼女作れですか。すみませんっす。今日は裏口から帰るっす、ザキさん。くっそ、じゃあな会長、また明日。愛らしい捨て台詞を残し、負け犬のようにハラハラと散っていく男子生徒たち。楽しそうね、青子。わかる？アリスの一言につい即答する青子。事実、
三崎高校の生徒たちは嫌味のない人間ばかりで、彼らとのやりとりは愉快ではあるのだ。で、ここまで出向くってことは何か分かったの？結界に残っていた気配の識別は、あとはここで確かめればいいだけよ。そう。アリス、いつからここに？下校時刻から。ということはかれこれ1時間は経つ。寒がりな彼女にとって同じ場所に1時間も経つのは辛かっただろう。悪いわね、無理させて。別に好きでやってることだから。言いながらも彼女の黒い瞳は校門を通る生徒たちを見つめている。こうやって1時間もの間、アリスは校門を監視していたのだろう。私を待ってたわけじゃないんでしょ？今からでも付き合うわ。コクンとうなずくアズリス。アリスが残っているのは未だ目撃者を発見できていないからだ。結界に残った気配に一致する生徒がいたのなら、アリスは青子を待たずに帰宅し、その生徒の素性を調べていただろう。私の方はダメだった。飛び丸に調べさせた結果について、青子は結果だけを告げた。アリスに言葉はない。会話はそれで打ち止めになり、あとは冷たい風に耐えるだけである。無言の監視はあてもなく続く。校門に来た生徒たちは、生徒会長と霊園女学院の生徒という組み合わせに驚きつつ下校していく。退屈さと冬の寒さも手伝ってか、20分も過ぎると青子はため息をついていた。ねえ、アリス。帰り黎明に寄ってかない？ちらりとアリスの顔を覗き込む青子。黎明は青子のお気に入りの喫茶店の名前である。状況を理解していない青子への非難か、それとも割と同意なのか、アリスはわずかに視線を動かした。その視線の先には、あれ、青崎も待ち合わせか？おや？意識の隙をつくような突然の声。自然なトゲのない口調が誰であるかは言うまでもない。察したか。やっぱそうなるわけか。アリスに背中を向け、青子はきっとやってきた生徒を見据える。それで、今日は何の用？こんにちはも何もない。不機嫌な青子の視線は、その険悪さをより増して宗十郎に向けられる。が、そんな青子の眼力も宗十郎には通じなかったようだ。いや、これから駅前で水泳部の部長と待ち合わせなんだけど、そのことでお礼を言っておきたくて。それは意外といえば意外な一言だったはずだ。部活とお礼。ただその組み合わせなら、この人物は間の抜けたことを言ってくるだろうと青子は思ってもいた。何の根拠もなかったけれど。お礼ってお礼参りってこと？これまた幸運なことに、学生におけるお礼参りの意味も宗十郎はまだ知らずにいたらしい。よくわからないけど、そんな大したことじゃないよ。ただ、水泳部は夏までそう忙しくないって話だったから。そういう部活を進めてくれたんだな、と宗十郎は続けようとしたが、青子はつまらなそうな顔で遮った。当然でしょ。幽霊部員になりそうな生徒なんて紹介できないから。忙しいあなたでも務まりそうな場所があったから口に出しただけよ。なるほど、無駄がないね。感心する宗十郎に青子は文句を言う気もなくしてしまった。彼女にとって彼に似合った部活を探して部長に話をつけること自体が無駄なことだったのだが。とにかくお世話になったから、それで礼を言っときたくて。ありがとう。と今にも頭を下げそうな宗十郎を慌てて青子は止める。よしてよ。今あなたにそんなことされても迷惑だから。それで水泳部はどう？やっていけそう？鋭かった視線がどこか気まずいものに変わる。青子の態度に違和感を覚える宗十郎だったが、その理由まではわからない。
なので、とりあえずわかるところからと最新のニュースを青子に告げた。ああ、水泳部はクビになった。なんでよやっぱ声があるといいな。予想外の返答に思わず怒鳴る青子。びっくり箱の化け物にも程がある。消しになった。ごめんね。あまりの展開に青子の複雑にねじれていた心持ちが一瞬で真っ白になるくらい。だって今から待ち合わせだって。それはこれからヤシロギの温水プールに連れて行ってくれるからだよ。驚く青子にうんと告げる宗十郎。話がつながらない。そこまでうまくいってるのにどうして入部を拒否されるのよ、あんたは。そりゃ俺が泳げないからだろ。はあだって走るのと泳ぐのどっちの方がいいって話をあったはずなんだけどな。そして宗十郎は間違いなく泳ぐ方って言ったはずなんだけどな。なるほど、そうきたかと眉間を指で押さえる青子。しずきくん、昨日の私の質問は覚えてる？ほら走るのか泳ぐのかどっちがいいかってやつ。私の記憶は正しいけど一応確認しておくわね。あなた確かに泳ぐ方だって言ったけど。ああ、昔から泳げないのはなんとか克服したかったんだ。反対に走る方は得意だけど。あっそと答えて青子は力尽きた。まあそれも別にな、宗十郎が間違っとるわけではないからな。いいな。まあ山暮らしで泳ぐという機会がなかったんやろ。逆にね、野山を駆け回るというか、それが日常になっとる走る方っていうのはもう大得意ってことなんだろうな。いいな。別にその間違いではないからな。避難することが無理なんだよな。あっそと答えて青子は力尽きた。俺が1年なら1から鍛えてくれたらしいんだけど、あと3ヶ月で3年になる身分なのに金槌の部員は雇えないそうだ。けど部長が親身になってくれて、これから泳ぎを教えてくれることになったんだよ。どこか嬉しそうに言う宗十郎の言葉は青子にはあまり届いていない。はあ、つまり欠陥品を売りつけたってわけか。こりゃ水泳部の部長に合わす顔がないと。ひでえ。そやな。ちょっと待った。しずきくん、水泳部の部長って。女子と言いかけて止めた。やめたか。口にした途端、自分が変なことを口走りそうで怖くなったからだ。もういいわ。気持ちは分かったからどこか遠くにいてくれない？少し疲れてて、とてもじゃないけどあなたの相手はしていられないの。飛丸もそんなことを言ってたな。青崎は昨日と今日珍しく疲れてるって。何かあったのか？ちょっとね。でもいいの。解決したみたいだから。それよりしずきくんはどう見える？私そんなに疲れて見えるのかな？なぜそんなことを尋ねたのか。青子にしては珍しい。理由のない惰性で口から出た言葉だ。あえて言うなら、これが最後だろうから、何かしらか普通の会話をしておこうと思ったのかもしれない。宗十郎はしばし考え込んでから、そのぼんやりした雰囲気からかけ離れた笑顔を浮かべた。そうだな。疲れているというより生き生きしているように見える。仕方なく畑を耕していた狼が久しぶりに狩りに出ることになって機嫌を上げている感じだ。めでたいな、と。まるで我がことのように彼は微笑んだ。知れず、青子は頬に手を当てた。彼の言うことが本当なら、今の自分はこの上なく味のあるにやけ顔をしていることになる。当然そんなヘマは犯していなかったが。とにかくありがとう。じゃあまた明日。まだ手を挙げれるほど気楽さはないのか。
宗十郎は真摯な声と顔だけで挨拶して去ろうとする。待って。こんな話があるの。聞いてから言って。そんな宗十郎を青子は呼び止めた。多分。恩和になりかけていた自分を戒める冷たい声で。意味のない例え話よ。そうやね。そうね。あなたが空腹で死にそうな時、目の前に同じように空腹で死にそうな2匹の動物がいるとするわ。しずきくんに銃をあげる。それでどちらかの動物を撃って。右はライオンで、左は子猫。選ぶのはあなたの自由だから。どことなく胴上めいた質問。残酷さと教訓と押し付けがましいところが特に。この手の話は考え込むとキリがない。が、彼はあっさりと返答した。いや、撃たないと思うよ。だって自分の好きにしていいんだろ。それにほら、空腹ならお互い様だ。おそらく彼は悩む間もなかっただろう。それは本当にどうかと思うぐらい真っ白な回答だった。長生きするわ、あなた。すごいセリフだな。そんなことを言われたのは多分君が初めてだ。笑顔には似つかわしくないセリフ。何よそれ。呼び止めるべきではなかったと後悔する。あのまま見送っていればこんな答えを聞くこともなかったのにと。そしてしずき宗十郎はテクテクと坂道を下っていた。今日も今日とて夜遅くまでアルバイトでもあるのだろう。残されたのは青子と今まで背景と化していたアリスだけである。つくづくこっちのペースを乱してくれるわね。あのちんちく無害な田舎者は。ぐっと右手を強く握りしめ、青子は独白する。どこにでもいいから体に力を入れておかないと、ここで意味不明の大声を上げかねなかった。それが相手への罵倒なのか自分への罵倒なのかは口にしないとわからない。青子。後ろからアリスの細い声が聞こえる。彼女が何を言おうとしているかはちょっと前から分かっている。そやな。今までどんな生徒にも無反応だった彼女が宗十郎の出現で表情を変えた時から。言わなくてもいい。あいつでしょ、目撃者は。それは冷め切った知らない人間のことを口にする声だった。ライオンと猫。それぞれ長所短所のある結局のところ自分とは違う生き物を選べと彼女は言った。リスクで言うならライオンの方が大きい。銃口を向けた瞬間、最後の反撃をする可能性もある。だからライオンを狙う方が勇気はいるけれど、同時に銃を持つという後ろめたさはなくなっている。何しろ相手は強い生き物だ。人間側の勝手な言い訳であれ、銃を使うことへの罪悪感は薄れてくれる。では猫はどうだろう。弱い生き物。言うまでもなくライオンを狙うより簡単だ。けれど誰だって不快な気持ちになる。初めから対等でないとしても、その理不尽さはあまりにも度が過ぎている。青子にとって宗十郎はその理不尽さに該当するものだった。てっきり私もそうだと思ってた。生徒会室でもしもと危惧した時はそうであっても仕方がないと思い切った。けれど去り際の宗十郎の言葉でその決心が揺らいでいる。この胸の不快さは後ろめたさだけの戸惑いではない。しずき宗十郎は気に入らない人間であり弱い相手であり、誰よりもよしやすい相手だ。なのになぜ自分は戸惑いを覚えるのか。田舎から上京してきた身寄りもない転入生。他の真っ当な人間と違ってここで消えたところで騒ぎ出す人間も少ない。殺すならそれこそ猫の首をひねるように仕留められる。
ほんと、いいことずくめで頭にくる。なんてラッキー。その尻をつま先で切り飛ばしてむちゃくちゃにしたいぐらい、正直余計なお世話とイライラする。信じられない。私嫌がってる。これは違う。こんなの私じゃない。なんか、やっぱちょっと、あれだね。自分のことを、宗十郎という、やっぱ宇宙人なんだよ。青子からしたらね。やっぱ青子からしたら宇宙人である宗十郎がさ、まあなんかネタバレというかね、話してしまうとさ、ネタバレではないか。ね。この世界を選ぶことを決めたその日に、ね、祖父にさ、お前は二者択一の選択をし続ける人生だって言われて、それを実践してこの2年間、ね、嫌なことも我慢し、ね、辛いことを乗り越え、やってきた、選んできたわけさ。けど、こうもあっさりと、ノータイムで、ね、二者択一じゃなくて、そもそも選ばないっていうのを、もう、人畜無害な心で言われたら、そりゃあね、そうだよね。そもそも青子にそういう選択肢はなかったし、そういう感情もあったけど、あるにはあると思うけど、なんかそういうね、状況じゃなかったし、そして自分がその気持ちを理解できないしっていう気持ちがあってさ、それでなんかね、ってなっとるのに、次第にその言語化が始まっとるというかさ、この感情の正体を見つけつつあるっていうのが、まさに今だよね。つぶやきは背後のアリスにも聞こえていたかもしれない。しかし、アリスは相棒の感触など気にもせず。彼、首に布を巻いていたわね。お、さすがアリス。そうか。アリスに関しては、宗十郎とはここで初めて出会ったことになるわけか。そやな。唯一、この、話が始まって、そこに、そこを気にした、描写が出てきたね。などと、全く関係のない感想を口にした。もう一言だよね。アリスは口に出しとらんけど、できるのっていう。ただそれ以上でもそれでもない、それ以下でもない話になってきたよね。アリスの言葉に青子ははっと我に返る。首？ええ。水泳部の首とかけていたのかしら。ほとんど独り言の心底から考えているアリスだった。そういえば、あいつ初めて会った時も首に布巻いてたっけ？襟を行儀よく締めてるから目立たないけど。重要性のない、意味のない会話。何ら解決を生むものではなかったけれど、ぐらぐらと揺れていた青子の思考は、それできっかり落ち着いてくれた。サンキュー。落ち着いたわ、アリス。それと、気合も入った。善は急げ。あいつが言いふらす前に決着をつけよう。よし、とばかりに青子は校門に背を向ける。とりあえず洋館に戻って戦闘準備をしなくてはならない。いいけど、いつ、どこで彼を殺すの？小さい声だが公衆の面前で口にする言葉ではない。アリスのこういった物騒さをたしなめるのは青子の役割だが、物騒さで言えば今の彼女も大差はないらしい。今日の夜、場所はとっておきの夢の国よ。あそこやね。もうヒントはすでに出とるからね。アリスを咎めもせず、くすりと不敵な笑みを浮かべる青子。それは恋人と待ち合わせる時のような不思議と爽やかな響きだった。なるほどな。はい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 。まあ、なんだろう。この体験版っていうのは、5章
第5章までは、やって OK なんですよ。プレイして OK なんですよ。というか、プレイというか、そのプレイ動画出して OK なんですよ。なるほどね。なるほどね。そうかい、そうかい。まあ、分かっとったけどね。まあ、実際その、知っとったけど、でもそこまで見せてくれるっていうのはマジで、なんだろうな、感謝しかないよね。結構、ここの、ね、ナイト・オブ・ザ・ウィッチーズ1。ここをね、出すっていうのは、なかなか、あれなんじゃないかな。面白い展開になるんじゃないかな。そうやね。これだ。第4章。夜の少女たち。で、夜は招くとか。のサブタイトル。今見たストーリーだね。そうか。ついに、始まりますよ。第5章。これが、全13章だったっけな確か。魔法使いの夜あるんですけど、その前半のクライマックスというか、前半のね、もう舞台は揃ったじゃないですか。今までそのバーッとで撮った情報の中で、ね、役者は揃ったわけですよ。じゃあ、あとは舞台を整えて幕を上げるだけなんですよね。次回、第5章。この動画の更新で言うのであれば、明日ですね、投稿しますんで、ぜひね、見ていただければと思います。それでは以上。